逆にとかいろいろあるんですね。あとね、このはマスコットっていうのはもう意味がない。今日はどうですか？今日はそうですね。いや、言い残したことはないですか？言い残したことですか？はい。言い残したことっていうとなんか考えちゃうんですけど、今日考えてるのは、はい。加速体制の時の車の向きっていう。加速体制の時の車の向きですか？はい。なんですけど、やっぱ自分が行きたいを加速するときに、こういうところ？はい、まあいわゆるここでこっちでこの向きこう、先に車の向きを変えとくっていうことですか？じゃなくて、まあ、車を飛ばしたときだったらば、横にこう飛ぶと思うんですけど、いわゆるモーメントがなくなったときに横向けても仕方ないんで。もうちょっと分かりやすく教えてもらわないと。わかりました。頭悪いんで分かりません。立ち上がる時の姿勢。立ち上がるとですね、ここら辺で、まあ、あとはできるだけ、カウンターを切らないで、抜けて、コーナーの立ち上がりですよね。この立ち上がり、ここでこう曲がって、ここからの立ち上がり、ここでハンドルを探って、ここに下がって、まっすぐ早めに脱出することなんですよ。早く行きたい方向に車の向きを変えるっていうことですか？そうですね、決めてしまうという。これでもう何もしないでも行きたい方向に行ってくれるような向きに変えるっていうことですよね。そうですね。アンダーステアの時、この辺ですね。だからこの間ので言うとオーバーステアでしっかり向きを決めてあげて、アンダーでもう立ち上がるときはもうそうですね。アンダーではもうその車の向きをそんなに変えないで、立ち上がり重視のそうです、立ち上がり走り方ですよね。イメージしていけば。そうですね、その向きをオーバーステアの時に向きを決めるところで決めきれずにもう一回やり直してて、今みたいに二度付けみたいになるとその間に車進んでるから立ち上がりで余裕がなくなっちゃいますよね。なんかいかにこの入るところモーションからオーバーステアの時に向きを変える時のコントロールがしやすい状態でコーナーに入っていくかですよね。だからもうこの辺から考えてスピードとモーメントの方向を考えて決まれば1回で、今の1回で決まりました。いいですね。さあ決めきれないからもぞもぞなっちゃう、決めきれないからもぞもぞなっちゃう決めきれないからそうですね、無駄な操作も増えちゃいますよね。1回で決まって1回で立ち上がれれば、作業が少なく済むので。さあ集中して先を見て、押し押し。ちょっと車を見過ぎちゃってる感がありますね。もうちょっと余裕を持って先をイメージしましょう。今みたいな引っかかったりするイレギュラーなところはあるので、そうですね、決まりきってないとアンダーの状態の時もフラフラするから怖くなるんでしょうね。オーバーが少なかったら、向きを
を変えれてないしっかり変わって、ここからアクセルで振ると安定しますよね。でもそこ決まればちょっとふらつく。ああ、小さいコーナーだと落ち着いてしっかり荷重が回るのを待ってあげて着地させないと速いような気がしますね。しっかりフロントに荷重を回してあげてリアの荷重を抜く間ってリアのタイヤのグリップ低いじゃないですか。でその間って向きが変わりやすいわけです。なのでその時にいかにちゃんと向きを変えてあげるかなんです。それから変わりきる前にブレーキングピッチングを前下がりのピッチングを気抜いてしまうと後ろのグリップが上がってしまうんですよ。そうすると角度入れたいところまで行く前にもう前に出てしまう、荷重を後ろに回しフロントに回ってるのを後ろに回す操作をしてしまうとリアタイヤのグリップが上がるから向きが変わる前にアンダーになろうとする。そうするともうこのままだったら足りないからって言ってアクセル入れたりすると無駄な姿勢が出ちゃうので1回でしっかり落ち着いて回してやる。だからまずはハーフスピンみたいな感じスピンをしてみるっていうのもいいかもしれないです。入れすぎるっていう角度を入れすぎる。おそらく今これ以上いったらこれもスピンするなっていう自分の基準があってでも実はそこではスピンしないかもしれないですよ。でもスピンすることが今まであんまりいいことじゃないって思って練習してないので実は自分が思ってるよりも奥までスピンしない世界があるかもしれないです。そこを一回ちょっと練習してみた方がいいかもしれないですね。しっかりフロントに荷重を残したままスピンしてあげる。スピンしてあげる。スピンしきらんでしょなかなか。もういつも通り行って普通に曲がると想定したところでしっかりそうスピンさせようっていくんじゃなくていつも通りオーバーステアで旋回させてやるののまんまフロントに荷重を残しておくとスピンするはずなんです。アクセルを入れなくてもスピンしないっていうことはもうその手前で抑えちゃってるんですよね。荷重をもうフロントの荷重を後ろに移してしまってるんです無意識。しっかりフロントに荷重を残してあげたまんまいくとスーッと回ってくれるんです。ここも一緒ですよね。ここのコーナーでも一緒です。今のはただのスピンですよね。今のはコーナーを曲がっていける流れじゃないんだ。あくまでこれをスーッとそのままブレーキをずっと入れとってみる。フロントタイヤもグリップが上がるようにちょっとグリップ横に使ってあげたりとかして軸を作ってあげる。フロントにしっかり軸を使って後ろに荷重が回っていかないように前にとどめる作業っていうんですか。もうちょっと強く引くようにした方がいいかもしれないですね。フロントの荷重がフロントに荷重が乗ってる間は後ろは流れてくれるんですか。その時にブレーキだけじゃなくステアリングもしないといけない。動かしてみると、フロントに軸が残りますよね。タイヤが横に使える。ブレーキだけではなくフロントタイヤも動かしてあげるとカウンター当てるとそのまま前に逃げていくのでアンダーの状態のままオーバースキャンして一回
回でオーバーステアで角度を決めてしまうと1回で切っちゃう。しっかり決めてバッテリーをあそこで決まってないからその後がやり直したりとかする作業が無駄に出てしまっちゃいますよね。